お前の絆は偽物だ。恐怖と支配で結ばれた鬼の家族の関係を炭治郎はそう言い切りました。では、炭治郎が信じる本物の絆とは一体何なのでしょうか。そして立志編第19話では、その問いへの答えが、鬼滅の刃を象徴するあの場面へとつながっていきます。第1章。大鬼によって伊之助と離れ離れになった炭治郎は、森の中で少女の悲鳴を耳にします。そこにいたのは、姉雲を痛めつける少年の鬼、瑠衣でした。瑠衣は2人のことを家族だと言います。しかし炭治郎が感じ取ったのは恐怖と支配でした。炭治郎にとって家族も仲間も強い絆で結ばれていれば同じように尊いもの。だからこそ恐怖で相手を縛り付ける瑠衣のやり方を家族の絆とは認めませんでした。こんなものを絆とは言わない。まがいもの。偽物だ。炭治郎が叫んだとき、突然、傍らの木立から一人の先輩大使が現れました。お、ちょうどいいくらいの鬼がいるんじゃねえか。瑠衣を倒して出世しようと切りかかりますが、炭治郎は必死に止めようとします。しかし、間に合いません。先輩大使の体は、瑠衣の糸によって一瞬で切り刻まれてしまいました。見た目は、まだ幼い少年。しかし、その力は炭治郎が警戒するほど危険なものでした。こうして、瑠衣と真正面から戦うことになります。第2章。お前、今なんて言ったの？ものすごい威圧感に、炭治郎は日輪刀を握り直しながら、何度でも言ってやる。お前の絆は偽物だ。炭治郎の言葉に怒った瑠衣は、今の言葉を取り消せば、一息で殺してあげると迫ります。もちろん、炭治郎は拒否。先ほどまで漂っていた刺激臭が消えたことで、炭治郎は糸の匂いを感じ取れるようになっていました。そこで、水の呼吸一の型、水面切りで目の前の糸を切ろうとします。しかし、切れたのは糸ではなく、炭治郎の日輪刀でした。さらに糸が炭治郎へ襲いかかります。避けきれない。そう思った瞬間、炭治郎の前に飛び込んできたのは禰豆子でした。禰豆子は自分が傷つくことも構わず、兄を守ったのです。炭治郎は傷ついた禰豆子を木立の中へ避難させます。その姿を見ていた瑠衣は、あるものに心を奪われていました。欲しい。一方、姉雲は悟ります。自分はもう必要とされていない。瑠衣は、これまで役割を果たせなかった姉雲を切り刻み、挽回したければ山に残っている鬼殺隊を始末しろと命じます。そして今度は、炭治郎に信じられない要求をしました。君の妹を僕にちょうだい。おとなしく渡せば命だけは助けてあげる。しかし、炭治郎がそんな要求を受け入れるはずがありません。すると瑠衣は、今日から自分が兄になると言い出します。本物の兄弟の絆を目の当たりにした瑠衣は、その絆を築こうとするのではなく、力ずくで奪おうとしたのです。炭治郎は、そんな瑠衣の考えを再び否定します。恐怖でがんじがらめに縛り付けることを、家族の絆とは言わない。その根本的な考えを改めなければ、お前の欲しいものは決して手に入らない。それでも瑠衣は、殺して奪うと言い放ちます。炭治郎も引きません。その前に、俺がお前の首を切る。すると瑠衣は、静かに前髪を上げました。その左目に刻まれていたのは、下弦の5。瑠衣こそ、鬼仏事務山の直属の配下の鬼、十二鬼月の一人だからです。第3章。瑠衣が炭治郎に、お前は僕に妹を渡して消える役だ。それができないなら死ぬしかないよ、と迫ります。炭治郎が折れたに地輪刀を握りしめながら反撃を考えます。愚かだな。もしかして、勝つつもりなのかな。
ルイが右手を振り上げ、あっという間に禰豆子を釣り上げると、もう取ったよ。自分の役割を自覚した？抵抗する禰豆子をルイが逆さづりにし、気絶させます。怒りを抑えながら炭治郎は、水の呼吸、銃の型、生セイル点で距離を詰めます。ルイが自らの血で強化した糸で、血気術、黒四郎を繰り出します。今度こそ殺される。その瞬間、炭治郎の脳裏に幼い頃の記憶がよみがえります。それは亡き父が待っていた神楽でした。かまど家は火を扱う仕事をする家系。怪我や災いが起きないよう、年の初めに火の神様へ舞を捧げて祈るものだと母から教えられていました。しかし幼い炭治郎には一つ不思議なことがありました。体の弱い父が凍えるほど寒い中でも長い時間ずっと舞い続けていたことです。そんな炭治郎に父は教えてくれました。どれだけ動いても疲れない息の仕方があること。正しい呼吸ができるようになれば、長い時間でも舞い続けられ、寒さにも耐えられること。そして父は炭治郎に大切なものを託します。神楽と耳飾り。この2つだけは必ず途切れさせずに継承してほしい。約束なんだ。なぜそれほどまでに神楽と耳飾りを受け継がなければならないのか。その理由はまだ炭治郎にはわかりません。それでも父から教わった呼吸と神楽は確かに炭治郎の中に残っていました。そして絶体絶命の今、亡き父から受け継いだものが炭治郎をもう一度立ち上がらせようとしていました。第4章。父から受け継いだ呼吸を思い出した炭治郎。これまで使ってきた水の呼吸から切り替え幼い頃から見てきた父の舞を戦いの中で繰り出します。日の神神楽、演武。日輪刀さえ折ったルイの糸を切り、炭治郎は一気に距離を詰めていきます。飛び退ったルイが再び糸を繰り出します。それでも炭治郎は呼吸を止めません。ここで止まれば、その反動で体が動かなくなる。たとえ相打ちになったとしても、禰豆子を守るため、ただ前へ進みます。その頃、逆さづりにされた禰豆子はまだ意識を失っていました。しかし、体を回復するために深い眠りについていました。そんな禰豆子の意識に亡き母の声が届きます。禰豆子、起きて。今の禰豆子ならできる。頑張って。そして涙を流しながら母が訴えます。禰豆子、お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。その言葉に応えるように禰豆子は目を覚まします。ルイによって傷つけられ、辺りに飛び散った自らの血。禰豆子はその血に渾身の力を込めます。血気術。抜血。次の瞬間、ルイの糸が燃え上がりました。炎は糸を伝い、炭治郎の日輪刀にも燃え移ります。父から炭治郎へ受け継がれた日の神神楽。母の声によって目を覚ました禰豆子。離れた場所にいながら兄弟の力が一つになり、燃え上がる日輪刀を炭治郎は最後まで振り抜きます。俺と禰豆子の絆は誰にも引き裂けない。そして、ルイの首が宙を舞いました。このチャンネルはテレビアニメ、鬼滅の刃から違和感と発見を掘り下げる動画を配信しています。毎週日曜10時に更新していますので、よろしかったら高評価とコメント、チャンネル登録をして、通知のベルマークを押して、次回の動画をお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。